1年間見てきた宝太郎くん、昭和の教育者ぐらい硬い。半分こうつってね、おお綺麗に縮んで、めちゃくちゃ炎に見えてくるでしょ。ほんでひねるとガシャーンとね、ズボッとぴったんこ。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回ここまで作りました。今回はこれを完成まで持っていきます。ほんで夏やな、暑いな、毎日暑いわ。昨日台風が来る言うて来たんかどうかわからん感じで通り過ぎてったわ夏を満喫してるかー。前編の動画見てない人はできたら今見てまた戻ってきて、でいろんなコメントくださってね、皆さんありがとうございます。改造に触れてくれるコメントは少なめで、映画のコメントが多かったかな。まあ映画の話めっちゃしたからね、ええねんけど改造のコメントちょうだいやはい、というわけで今回もよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方今すぐポチッといっちゃってください。ワンネスここだけの話ね、前半で早く区切りすぎたのよ。だから後半の工程が多すぎてめちゃくちゃ時間かかりました。ほんとごめんなさい。最後まで見てねさあここからレイズバックルにくっつける炎エフェクトを作っていきます。フィギュア用の炎エフェクトって Amazon にも売ってて買うこともできますが、やっぱり自分で作った方がいいのよ。自分で作ったなっていう思い出とともにあるっていうのはすごく大事なことだと思います。で前にねセイバーレイズバックル作った時のここの炎プラ版でやったんだけど、多分ね僕の最初の想像と違ってたのよ。縮まなかったんだから、なんかクチュクチュってやってこう無理やりちっちゃくしてったみたいなことだったと思う。で今回はちょっと違うプラ版も試してみたいので、100均のこれトースターに入れると縮みますよっていうやつ、こういうのもねネットで調べるでもいいんだけど、やってみるのが確実なのよ。自分の経験としないと人はなかなか理解しないっていうのもありますからね。よし、じゃあまずこれキュコットプラ版、いやこれクリア素材でいいですね。これでうまくいったらクリアの炎が作れるね。夢あるやん。よし、じゃあまずね炎の形を変えていきましょう。これはもう適当でいいと思うんですよね。嫌な音こんな感じかないやこれもうちょっともうちょっとグリッとえぐった方がいいかな。こんな感じかな。カッターで切っていこう。よっしゃ行くぜ。多少ずれてもそんなに気にしない。これもう下絵なので、このね曲線で描いた下絵をね、画用紙でも何でもそうやけどカッターで切ると結構カクカクしてかっこよくなるっていうのもあんねん。よし、これでどんだけ切れてんの。全然切れてないな。全然切れてないけど折れば折り進めればこんな感じで炎ができました。見えないよね。でこれを炎で炙っていくんですけど、前回やった時はヒートガンでやったんですね。そしたらねろうそくでやったらずーっと持続してできますよって言われて、なるほど確かになと思って、全然考えが及ばなかったなと思いました。すごいね、そういうアイデアね。なのでろうそく、これすごいねんで。これね今まで使い古したろうそく、こんなろうそくがこうキャンドルとかね短くなっちゃったとか誕生日ろうそくとか、あれ全部僕の大好きなモンスターエナジーのピンクのやつ、空き缶に入れて芯入れてほんで固めたろうそくっていうね、奇跡的に多分お誕生日ろうそくの赤の量が多かったのかな、なんかモンスターエナジーのピンクっぽい色になってっていうね、こういうこともできますよ。皆さんやってみて。ということで行ってみましょう。どっから縮めればいいのかな。まずもう端っこから行く。こうやってやるとね縮むらしいんだけど、お来た。すごい。わあすげえ。いいやん。でちょっとこうひねったりするとさ、なんか炎っぽさ。いいね。もうちょっと進めてみよう。これしかしろうそくろうそく提案してくれた人いいねんけど時間かかんな。これは忍耐力の勝負か。いや僕忍耐向いてないねんな。パパッとやりたいタイプやから。いやでもいいな。コントロールはしやすい。綺麗に縮んでくれる。ちょっとこの造形見てみ。これめちゃめちゃかっこいいやん。よし、こんな感じで縮めていったのがこちら。もうね立体として綺麗でしょ。ものすごい綺麗。このツヤの感じとかね、ひねりの集合体というかな、素晴らしい。さあクリアイエローを拭いていきましょう。ギュギュギュって縮めて折り重なったその中にも塗料が入るようにしっかり塗っていかないと、そこだけぼやけてしまうんですよね。だから割と丁寧にいろんな角度から塗っていってます。色が乗ると形がはっきりしますね。続いてクリアオレンジ。これでほらだいぶ炎っぽくなってきたでしょ。でも本当の炎って多分中の温度が高いところが一番明るいので、この炎だと色味が逆なんですよね。でもほら赤を抑えめにのせたらもうめちゃくちゃ炎に見えてくるでしょ。これがね不思議なところなんですよ。人間のイメージなんですよね。カッターの刃をね変えましょうね。定期的に変えないとね切れ味が落ちていくから。ありがとう。
さあ続いてブーストバックル、これもね加工していきます。前編の動画の最後でお話しした通り、これをデイブレイクさんが持つときっと変化するはずだと。だからカラーリングも最終的にちょっと変わりますけども、造形を今からやっていきましょう。でデイブレイクさんといえばガッチャーイグナイターをつけてらっしゃるでしょ。でもねイグナイターそのままつけるとスパナ君も使ってるから、なんかやっぱりねイメージが散るのよね。なのでガッチャーイグナイターそのまま使うのはやめたんですけど、でも要素は取り入れたいわけですよ。なのでどうするかというと、これ N ゲージって思ってたけど HO ゲージなんだね。ツッコミをいっぱいいただきましたいろんな動画でこれいろいろ使ってるから、ほんといろんな動画でね HO ゲージじゃねっていうのがいっぱい来ました。そうだよね、N ゲージの一回り大きいやつが HO ゲージですね。いや詳しい人はすごいよね。これ見ただけでわかるんよね。だから多分ね僕手でかいでしょ。だってこのでかい手で持ってたらきっと N ゲージなんだけど、作品として見たらあれでかなっとるやないかいっつってほんでHO ゲージじゃねっていうコメントがねたくさん来るんだと思うんですよね。大変失礼しました。鉄道好きの方もねすごい知識をお持ちですからね、ほんとコメントくれるの嬉しいです。ちなみに僕は若干の鉄入ってますけど、何鉄かで言うと多分乗り鉄だと思います。電車乗るの大好きで。まあいいや。でこれをねガチャイグナイターと見比べてみて、ほら似てるやろ。まさかのデザインが似てんのよ。でなおかつ映画で SL に乗って未来の世界に行ったでしょっていうねレールつながりっていうのもあって、これは来たなと思いました。ガッチャイグナイターも今値上がりして高いからね、なかなか買うことも簡単ではないので、これをもう利用していきたいなと思います。こんな感じでねつければいいと思うんですよね。ちょっと ID コア若干侵食するぐらいでいいと思うんですよ。少し飛び出てる方がいいので、これもやっぱきっちり半分に割ろうか。半分こでね、さすがにこれだと長すぎるよね。半分こーっつってね、これは悪ノリやなガッチャンコみたいにしっくりくるかなと思ったら全然来なくて、ただ冷や汗をかくっていうね。いやびっくりですね。全然切れへんな。昭和の教育者ぐらい硬い。いける。よっしゃ曲がった。やっぱ取れたか。すぐ取れんねんなこれ線路。こんな曲げること想定してないもんな。それは取れるわな。何回も曲げてるとそのうちよし取れた。オッケー。はいこれで大体同じ長さのつもりやってっけど、こんなに違う。でもそうか1個違うだけか。1個違うだけでこんな違いが出ちゃうんだね。まあいいですわ。こうしといて、ちょうどこのブースターともねなんとなく合う感じで。ただ本当のガッチャイグナイターのブースターはこっちについてるけど、ブースターというかマフラーというかな、ってやつ。はい、ここでちょっと解説。この僕がマフラーと呼んでた部分はファイアリングチャンバーといって、ガッチャイグナイターの膨張質、錬金術発動時に溢れ出した強化錬成炎の一部を強化錬金炎圧縮強化装置イグナイトエンダーへと送り返すことで、圧縮や爆発のパワーを強めるチャンバー効果を発生させる。このチャンバー効果のチャンバーというのが膨張質という意味。ちなみにザギンでシースーみたいな業界用語で言うと、おばあちゃんもチャンバーと言います。これも覚えといて。でこのチャンバー効果っていうのが大事。車とかバイクに置き換えると、この強化錬成炎というのがガソリンとかのね燃料なんですね。でエンジンっていうのはこの燃料を圧縮させて爆発させてピストンを動かしてって、この繰り返しで動力に変えて車やバイクが走ってるんですね。でこの燃料がうまく燃焼されずに外に排出されてしまう。でそれをおい君ちょっとまだ燃えてないよっつってもう一回戻す。でまた爆発させることでしっかりと無駄なく動力を生む。ちゃんと現実的に考えられてるよね。で僕はさっきマフラーって言ったんだけど、マフラーには本来膨張質、このチャンバーっていうのがないので、僕が言ってたマフラーという表現は間違いです。ごめんなさいね。だから言ったら夏休みに宿題まだ終わってない孫たちが外に遊びに出ていこうとするのを、これチャンバーおばあちゃんがあんたまだやっとらんでしょっつってバーンって家に戻すっていうね。そうすると孫たちが遊びに行きたーいっつって叫びまくって、それがエネルギーになってガッチャイグナイターが動いてるっていうそういう想像でほぼ間違いないと思います。あらしたこうですね。かっこいいわ。かっこいいわ。やっちまってんな。めっちゃかっこいいやん。安定の G17 を塗って、この辺にチャーっと塗ろう。ガッチャーンコーピッタンコー。ちなみにイグナイターっていうのは点火装置ってことですね。ブンブンジャーのイグニッションとか、あとドライブの主題歌の歌詞でもイグニッションっていうのがありますね。あれ全部点火です。よし、これでいいね。じゃあこの持ち手にはね、せっかくなのでこれガッチャトルネードの持ち手、これもねつけたいんですよ。でニュアンスとしてはこんな感じかな。ここグンってここまで行くよりもちょっとこのパーツええ感じやろ。これが見えた方がいいと思うね。だからこんな感じかな。これを外します。外れました。うまいこと。
じゃあこれをさここにしたらどう？ベストマッうわ来たかもしれん。いやでも切りっぱなしもかっこいいな。チ。迷うとこやね。まあいいか、これはまあちょっと後にして持ち手つけます。すぐこうね、なんか思いついたら夢中になっちゃうから、この思いつく瞬間がねたまらなく気持ちいいんですよ。ガッチャトルネードの持ち手で挟んで、ちょっと膨れてますけどビスで締めれば OK。 ワンネスたちに割と人気のこの工程いってみましょう。ヒートガン。これでねこの端っこを曲げたいんですよ。グーニュッと。結構分厚かった。1分ちょい温めてたわ。落ち始めた。よっしゃよっしゃ、いった。くるっといった、くるっといった。これで今度こっち。熱で溶けてるの分かる？こんな分かりにくいと思ってなかった。次こっちが熱で落ちてきてんの分かる？落ちた落ちた落ちた。これで固めてしまえば、ちなみにどんな感じなの？あれいけんのかこれ。熱っ熱っ熱っ、ちゃんと熱いんかい。よし、じゃあ裏もいっちゃおう。なかなか溶けにくいしっかりしたパーツやわ。熱いうちに持ち手をレイズバックルに押し付けて固定したいんだけど。熱いけどここで固定。熱いやべえ、マジでプラスチックが溶けてるやん。冷え固まりました。固まってるね。大丈夫ね。押し付けた貝あってね、バッチリ固まってますね。わかるかな？くるっとなってる感じ。もともとカクッとしてたんですよね。押さえつけて熱で圧着されてるので、形がはまってもう接着剤もビスもいらない。もうこのままで固まってます。これで頑丈になりましたよ。で、穴が開いてたところにはゾイドワイルドのパーツを貼り付けてます。ちょっとボタンみたいなね。溶け跡もいい感じですね。こういうダメージ加工好きなんですよね。じゃあここ、さっき思いついたやつ、これをさちょっとくっつけてみようよ。こんな感じ。ほら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 、なんか支えてるやつみたいな、こっからスタートみたいなさ、ここ綺麗に切ってみよう。でこの端っこを切り落として、おーめっちゃいい、めっちゃいい。これやば。グルーガンで固定していい。熱でカメラが落ちましたはい、カメラも無事に冷めましたので続きやっていきます。で、さっきカメラ止まってからここパーツ一つだけつけました。でここがやっぱり寂しいので、ファイアリングチャンバー作っていこう。ゾイドワイルドのパーツもう何か分からへんけど、これとはい、懐かしいね、かわいいね、フロッグポット。これの目の部分、ようこの形見つけたと思わへん？これ使っていきます。分解しよう。よし、仮面ライダーダブルが誇るメモリガジェットシリーズですよ。はい、取れた取れた。これがねちょうどいい形でしょ。ハンダコッティングウイウイズボット、こんな感じ。もう一本も同じようにくっつけて。よっしゃ。カエルはね昔から縁起物なんですよ。無事に帰るっつって。でこのデイブレイクさんの場合は多分ね、みんなが帰る、そして未来を変えるね、ダブルミーニングになるわけですよ。まさにダブルですね。イエーイこっちの方が分かりやすいか。何これでもこっちの方がこの辺ボコッとしてちょっとダブルドライバーっぽいね。まあでもこっちの方が分かりやすいか。イエーイこれエルフの荒川さんがやってた気がするな。あとはここにつけるだけ。いいんじゃないかな。グルーガンでくっつけろ。じゃーん、できました。ほらこうやるとガッチャイグナイターっぽいやろ。ほんでひねるとガシャーンとね。これ効果音はガッチャイグナイターのやつつけたいけどな、ちょっと後で編集でつけてみよう。じゃあ塗装ブース行こう。はい、まずスターブライトシルバーでシルバーにする部分とキャンディー塗装にする部分拭いていきます。でこの緑色っていうのがなかなか機械のイメージと離れるので、これをシルバーにするだけでだいぶ機械っぽくなりますね。実は早くシルバーにしたかったんです。でこのメッキ塗装の部分もったいないけど、ここもグラデーションキャンディー塗装にするつもりなので塗りました。でも本当はメッキが良かったんで、持ち手の網網の部分もキャンディー塗装にするつもりなので下地塗装。さあここからガッチャイグナイターのこの黒い部分を表現するんですけど、ちょっと茶色みが入ってるなと思ったんですよ。なのでメタルブラックにパールカッパー入れてもっと暗くしたかったので EX ブラックも足してます。これでめちゃめちゃかっこいい黒金色ができましたね。まさに黒金。この調合は満足してます。これでだいぶ
ぶイメージがはっきりしてね、どうしようかなと思ってた部分も、もうこの色でいっちゃえって黒金ズハイですね。さあ、ガッチャイグナイターの炎の部分表現していきますよ。これめちゃくちゃ楽しみでした。実際すごい楽しいしね、細かくグラデーション塗装していってます。やっぱこういうモチーフがあると塗装しやすいですね。おー、ぽいぽいぽいって言いながら塗ってました。でこっからファイヤー感を出していきます。黄色、オレンジ、赤のグラデーション塗装ですね。元のブーストの赤いイメージもやっぱり少し残したかったので、このクリアレッドに全てをかけて塗ってる感じっすね。頼む、ブーストからイメージ離れすぎんといてくれと思って。だいぶ派手になったから結構離れちゃってんのかな。で最後はいつものシャバシャバに薄めた黒でツヤ出しと味出し。これ何で薄めてるんですかって質問この間いただいたので、もうはっきりと上に明記しときます。ブラシマスターです。続いてマフラー部分。こういう色のグラデーションのマフラーよく見るでしょ。これね、チタン製のものを加熱するとこうなるんですよ。私事ですけど、僕趣味でキャンプやるんですけど、キャンプで使ってるシェラカップっていうのもいい感じにバランスよく温めてこんな色合いになってます。これはね、チタンの製品の醍醐味やと思うんですよ。でそれを丁寧にエアブラシ絞ってやってます。この紫もね、絞って頑張ってやったんですけど、よう考えたらマジックでよかったなと思ってます。こんなんやる必要ない。これ普段マスキングしっかりやるぜは、こういう細いグラデーションの時どうしてんねろか。はい、このままデイブレイクレイズバックルも行きましょう。黄色とオレンジのグラデーションにしたいので、まず下地塗装として黄色くしたいところをスターブライトゴールドで塗ってます。もうこの辺もガンガン攻めて全体をオレンジ黄色のイメージにしていきます。デイブレイクさんってボディ全部真っ黒なんだけど、やっぱオレンジの印象強いんよね。カードスロットも躊躇なく行きましょう。でもここでね、前編の動画でいただいたとあるコメントを思い出したんですね。ガッチャートルネードの矢印が2つになってるおかげで、今の宝太郎とデイブレイク世界の宝太郎の2つの時間が進んでることを表してるみたい。これすごいね。いや、自分で作ってるくせにね、この発想はなかったんですよね。コメントありがとう。これを採用させていただきました。下がデイブレイクさんの矢印で、上の矢印は現在の宝太郎くんのファイヤーガッチャード風にしようと思いました。色合いだけね。で、黄色と青にしようと思って、急いでこっちの下地はスターブライトシルバーに切り替えてます。そして矢印の先端、イエローを吹いていきます。イエローからオレンジに変わるグラデーション塗装ですね。で、宝太郎くん側矢印も先端は黄色でいいと思います。これでみるみる印象が変わりますね。さあ、続いてクリアオレンジで鮮やかなグラデーション仕上げていきましょう。オレンジクリアパーツにもオレンジを塗って色をはっきりさせます。これやっぱ色の濃さもツヤも出るからガラッと印象変わるよね。そしてきました、ファイヤーガッチャードクリアブルーです。綺麗ですね。で、青と黄色の境目が緑になっちゃったので、ここには白を吹いてごまかします。ごまかしは大事やからな、卑怯って言うんじゃないぞ。で、先端はオレンジグラデーションの方がいいなと思ったので、ちょっとだけ塗ってます。はい、見えてほしくないところは黒い炎で包みましょう。こっからスパナ君の一人語りの心理描写入りますからね。で、最後はシャバシャバに薄めた黒でツヤ出しと味出し。ツヤッツヤ。ちょっちイベントのお知らせ。9月28と29、神楽坂駅から徒歩30秒のアコメ屋東京さんで、陶器と米店、器と食を楽しむに参加します。タイトルの通り、陶器とお米を中心に9名の作家さんの作品を展示、販売します。僕はベルギー人の父親の陶器を販売します。ぜひ会場でね、手に取ってみてもらいたいねんな。ネットで見るのと全然違うね。そしてね、いろんなワークショップもあるんです。フードディレクター香織さんによる料理かける器のワークショップ。おにぎりとかね、多分やんねん。絶対美味しいね。そして陶器のかけらでアクセサリー作り、指ろくろ体験、ポップアップカード作り。詳しくは動画概要欄に載ってるホームページの URL チェックしてね。アコメ屋さんってね、パルコとかによく入ってて、みんな知らず知らずに来店はしてると思うね。で、今回はその神楽坂のアコメ屋さん。場所はざっくり言うと、ここ池袋、ここ新宿、ここ東京駅、で、ここ。分かったような分からんような地図でごめんね。9月28、29、土日、僕両方ともアコメ屋さんにいますので、来てくれたらお話できると思います。入場無料やからご安心を。じゃーん、ブーストはこんな感じ。もうこれで OK だと思います。ブーストはね、ここね、ちょっとやっぱ派手かなとも思ったんだけど、ガッチャイグナイター見てみると結構カラフルなんですよね。あとこっちはね、主に僕らが1年間見てきた宝太郎くんの要素が強いんじゃないかなと思うので、まあこんな感じでいいでしょう。若い時のね、弾ける感じ、勢いね、それがまんまブーストに乗ってんじゃないかと思って、まあこれでいいんじゃないかな。僕あんまここまで派手な塗装しないんですけどね、普段すごい気持ちよかった。で、こっちです。まずマスキングを
剥がしましょう。よーし、綺麗にいった。で、次ここの認識ピンなんですけど、クレイのジョーさんの指向のピン解析の表を見ると、なんとね、ここに一つ足すだけでファイヤーっていうのがあるんですね。で、ファイヤーどうですかっていうコメントもいただいてました。最初はこれをアローにするつもりだったんだけど、デザイアドライバーのここの光の色を考えると、やっぱファイヤーが最適だなと思いました。なのでファイヤー作っていきましょう。これはね、ほんとすごいよ。ここに1個穴開けて、串をこんなもんかな、ちょっと短め、だいたい1センチぐらいに切って刺す。この横のピンと同じ高さに合わせて切ってこい。ファイヤーきたー。やったほら赤いでしょ。いいでしょ。まあ欲を言えばオレンジが良かったけどね。ほい、前にあなたの紹介パウチに見せてっていうショート動画で紹介させていただいたウーロン茶さん、改造 YouTuber さんですけど、前にこれ作った時のここの部分をナミちゃんの力作から僕が引き抜いたんですね。で、そのレバーいりますかってことで、あ、ぜひって言うたら、このレバーと一緒にいろんなものを送ってくれました。ありがとうございます。びっくりした。物量が多くてすごかった。で、中にはね、なんと未開封の無人ソード、これもいただいちゃって、僕通常版もメモリアル版も持ってなかったので、ほんと嬉しいです。ありがとうございます。この大メタルの量、そして食玩の箱、久しぶりに見ました。僕、オーズ放送当時、本当にメダル争奪戦で毎週お店に並んでたので、これ懐かしいっすね。あの時のワクワクゾワゾワがね、蘇ってきますよ。で、この辺は全部裏向けるとね、基板が抜かれてて、すごいですよ。もうね、残骸という言い方適切かわからないけど、すごいんですよ。改造されてんだなって感じ。いろんなパーツね、大事に使わせていただきますんで、ウーロン茶さん、動画概要欄見ていろんなもの送ってくださって、本当ありがとうございます。で、次は半円パーツなんだけど、オレンジの塗料を混ぜたレジンで作っておきました。で、柔らかいうちにここのビスにちゃんとはまるようにこんな感じで溝を作ってみました。ちょっとどんな感じか。おー、ありやな。オレンジが濃いかなと思って。で、あと透け感があんまないでしょ。これあかんかった時のためにスペアで1個作っといたんですよ、透明のやつで。やっぱこれの表面をクリアオレンジで塗装する方がクリア感は出るけど、これでも十分光通ってたし、これでいいかな。で、本当はここの縁をね、エアブラシでゴールドで塗装するんだけど、ちょっともうね、暑い中の塗装疲れちゃうんですよね。部屋の窓開けて風が通るようにしてやってるから。でもう塗装ブース行きたくないのでゴールドのペンアーティストマーカーってやつ、これでちょっと塗ってみましょう。もう多分ね、雰囲気だけ出ればいいから、ここの線だけでいいんじゃないかな。もともとついてる溝をなぞっていくだけなので、めちゃめちゃ簡単に綺麗にいきます。すごくゴールドが目立ちますね。錬金術の金の感じもあって、あとね、映画見たワンネスはもう知ってるよね。ザ・サンの感じも出たね。これであとはもうここにくっつけるだけなので、また G17 でいいかな。くっついたー。鹿島神宮さんに行ってきました。樹齢1300年を誇るご神木、近づくことはできないんだけど、裏に回ったらヘルヘイムに繋がってんのかななんて思いながらお参りしてきました。ここ鹿島神宮さんは勝利の神様なので、受験生たち夏期講習してるかなと思って必勝祈願してきたよ。続いてはさっき塗った炎をつけていきましょう。これもね、バランスが難しいね。炎としては宝太郎くんのファイヤーガッチャードのあの青い炎ではなくて、これ自体でデザグラに参戦するのはデイブレイクさんなので、未来の宝太郎くんなので、まあ未来の宝太郎くんの炎の色でいいかなと思いました。なので炎は全部赤で塗ってます。ここ矢印って分かった方がいいので、こういう付け方はダメなんですね。矢印感が消えちゃうから。で、この穴はね、間違えて開けちゃったんですよ、制作途中で。動画では飛ばしたけど、これを塞ぎつついい感じの炎をつけたいなと思うんよね。あ、これいいな。ここいいな。ここめっちゃいいな。これ矢印感も出てるよね。大丈夫よね。ここにしよう。ハンダゴテで道を開けて、入ってくれ入ってくれ。おーついた。1個目の炎いいですね。ちょっと横向きすぎか。もうちょっと縦がいいかな。こんな感じ。まあいいんじゃないかな、これで。よし、じゃあこんな感じで炎をつけていきます。ビスとグルーガンでくっつけていくんですけど、1個ずつ場所考えながらなんで結構時間かかったね。ほい、炎がつきました。だいぶ雰囲気変わりましたね。じゃあレイズバックルはこれで OK ですね。やっと終わりが見えてくるよ。今回の動画やばいな。3、40分いってんちゃうこれ。こういうちっちゃい炎出てんのリアルやな。おっきいの作りがちやけど、ちっちゃいのもいっぱい作っといた方がいいわ、多分。で、これが最後の工程かな。ID コア。未来の宝太郎くん、デイブレイクさんは、辛い思いをたくさん経験してるわけですよ。だから、正当にデザグラ参加するんじゃなくて、もうこのドライバー自体を錬金術で作っちゃってんじゃないかなと思ったの。だから ID コアも当然ありません。だから ID コアも当然ありません。
で、どうしようかなと思って、これライトセーバーの部品、こっから先の部品は変身ベルト白作った時のベロになってますね。まだ見てない方見てね。これを、ズボッと突っ込めば、もうエントリーなんですよ。これでいいなと思った。おー、痛い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 。で、まあこうやってはめとくと。でもこのままだと運営にバレていろいろめんどくさいでしょ。だからこれはね、前編で言ったでしょ。宝太郎くんはというかもう人はね、いろんな辛いことがあると変わってしまうの。だからそういう実世界においての人間のそういう弱い部分っていうのもちょっと今回ね、表現したかった。で、これをどうするかというと、前編にチラッと出してたのみんな気づいた。ドライバーにはめてみよう。これでドライバーにはめてみよう。ドライバーにはめてみよう。こうですよ。眼帯を作ります。ちょうどね、この角度がね、左目の眼帯と一緒やったのよ。でそれ気づいて、うわ、来ちゃったよと思って。これはね、僕が若い時にずっと履いてた、カンペールっていうメーカーの革靴のね、もう革だけ残してあるんですよ。こうやってずっと履いてたのお気に入りやったんだけど、ボロボロになっちゃって、靴のベロというかね、靴紐がこうわーってくるとこです。まあちょっと大まかに切ってみる。この革はね、思い出ありすぎて全然捨てられなかったんですよ。何かの形で再利用したいと思ってて。ああ、いいんじゃないこれ、ほら。いいでしょう。ペラペラの革帯を細く切ります。こういうのはね、軽く何回もなぞると切れてくれますから。ドライバーを一周させて結ぶ。お、そうするとこれあれか、リボルブオンができないんだね。リボルブオンできないのか。まあいいや、眼帯とりあえずつけますね。あ、そっか。リボルブオンする時だけ眼帯外すから、この時一瞬この ID コアというか、これなんて言えばいいのかな。一瞬これが見える隙ができてしまうという。で、リボルブオンの時にたまたま見てしまう参加者もそのうち現れるとか、そういうの面白いよね。どうやってピンチを切り抜けんのか。宝太郎くんが事情を話して、それに賛同してくれたらいいけど、そこが弱みだっつってね、運営にチクろうとするやつとか、まあいろいろいるんじゃない？面白いやん。そうしとこう。眼帯取ってリボルブオンして、また眼帯つけると。眼帯つけるのは多分ね、錬金術で刺さってやれば、まあ、ほぼ魔法かな。シュシュルって言ってこう結び目がキュッとなるみたいな。そんなんでいいんちゃうかな。その辺はね、もうファンタジーやから。それでいいんですよ。眼帯が簡単にできたぞ。いや、これライトセイバーの破片で作ったけど、さすがに錬金術で ID コア作るか。いや、これ無理があるなと思った。今眼帯やりながら。もうちょっとね、レジンが黄ばんできてるんだけど、だいぶ前に作ったやつがあるので、これにしましょう。これをはめて、そうそう、こうクリアのね、何の柄も入ってないってやつ。で、それを眼帯で隠そう。そうしたらよく見ないと ID コア普通に入ってるように見えるから、まあなかなかバレないと。でも、いずれどっかのタイミングで間近で見たやつが、あれ、お前の ID コアどうなってんのみたいになるかもしれんね。はい、それじゃあ眼帯つけた状態で、レイズバックルはまるか、やってみよう。こっちははまったね。問題ないね。じゃあ次、ブースト。オッケー、両方問題ないっすね。お、すげえ。めっちゃかっこいいやん。あ、すごい。なんか久しぶりのレイズバックルうまくいったんちゃうこれ。いきます。うわ、眼帯渋いな。あ、こんな感じになんねや。よし、これで無事にデザグラ参戦して、どんな願いを叶えるかというと、デザイアカード作りました。これですよ。多分世界平和とかケミーのこととかは自分でできるって思うと思うんですよ、宝太郎くん。でも錬金アカデミーのみんなとか、まあリンネちゃんとか、あの辺を生き返らせるっていうのはきっと無理なんよね。人体錬成でもせん限り。もうそれこそ裏錬金術ですよ、そんなもんはね。だからこれだけデザグラの創生の力で何とかしてもらえれば、あとは自分でいけますって思うはずだと思った。で、宝太郎スペシャルを食べに来るというね。この食べに来るの中に、キッチン一ノ瀬に来るなのか、自分の家に来るなのかわからないけど、なんか想像があるはずなんですよ。で、宝太郎スペシャルっていうのはもう宝太郎くん自分しか作ることができないから、自分が作った料理を友達みんなが食べに来るっていう、そういう願いなんじゃないかなと思って。いいでしょう。ちょっとここで補足なんだけど、僕がずっと宝太郎くんって言ってるのは当然未来の宝太郎くん、デイブレイクさんだからね。デザイアカードには本名を書くから、デイブレイクって書かずに一ノ瀬宝太郎って書いてあるってことね。あと映画でね、デイブレイクさんが若い時の自分にあったでしょ。それでずっと心を塞いでたデイブレイクが一ノ瀬宝太郎に戻りつつあるなっていう希望も込めてます。もうこれ作ってる時僕ね、泣きそうになってたんですよ。
アンクのデザイアカード作る時も泣きそうになってた。だからこの願いでいいんじゃないかなと思います。どうですかね。これも賛否両論あるかもしれないけど、この内容についてはね、みんなおのおの想像して楽しんでもらえたらなと思います。一言一句一緒っていうワンネスはおそらくいないと思うからね。実演。よし、じゃあここから実際に音鳴らしていこう。ここスピーカーのとこ、むき出しのスピーカーだと音がちっちゃってめっちゃちっちゃくなるので、クリアファイルとマスキングテープでここを周り囲みました。これでね、だいぶ音量アップします。ぜひ参考になさって。で、あとはここにファイヤーガッチャード風の炎をマジックで描きました。これはなくてもよかったかなと思ってます。まあ行きましょう。よし、参戦。これでデイブレイクさんがデザグラのフィールドで変身完了。こっから敵にかかっていくわけですね。そしてこれ、写真用紙に印刷しただけなんですけど、一応ザ・サンのカードを作りました。入れんのむずい。これでリネちゃんと一緒に戦えます。で、ここを引っ張って、ここはね、こう縦にしないとやっぱ綺麗に回らないみたいで、最初のきっかけはポンって指でやるしかないわ。塗装のせいなのかな、ちょっとわからないけど、みんな自分のガチャトルネードでちょっと試してみて。そして戦いが激化してきたら、このブーストが飛んでくるわけですね。現在の宝太郎くんの意思も入ってるんじゃないかと思います。で、この、ってね。よっしゃ、こうなったらもう無双ですよ。ガンガン倒していきますからね。またカード、デイブレイクさん特有のカードがここ空間に並んでね、あれがかっこいいのよ。マジでかっこいいという具合でね、もうきっとこの願いは叶えられるでしょう。そしてね、眼帯がね、ここわかるかな、壁削ったんですよ。ここに壁があると眼帯がキュッて押されちゃうので、見えるかな、押されないようにクッとね、眼帯の上をこれが通るようにちょっと加工しました。これで眼帯もずれないしっていうことでね。で、僕は錬金術が使えないので、シュルッと眼帯を取ってリボルブオンしてまたシュルッと眼帯を巻いてっていうのはちょっとできないので、それをワンネスたちいつかデイブレイクさんに会った時に実際に見せてもらうといいと思いますよ。大悟くんじゃないよ、デイブレイクさんだからね。人生のどっかで出会う可能性あるでしょ、きっとね。で、こっち前半で話した通りスイッチがここにあって全部スイッチ生きてるので、おもちゃでできることは全部できますと。これでね、今回のガッチャードの映画で僕が受けた感動が少しでもワンネスたちに伝わってくれてたらなと思います。レイズバックル改造楽しかった。最後まで見てくれてありがとう。さて明日はガッチャード最終回ですね。そして僕ね、ガブの1話2話先行上映会&トークショーっていうイベントに当選しましたので、明日の夜行ってきたいと思います。はい、というわけで今回の改造も燃えたなーという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。感想お待ちしてますんでぜひコメントくださいね。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとう。ガッチャード最終回見逃さずガッチャ。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、